日本企業が GAFA に勝つか。まず勘違いするな。巨大な城を真正面から攻め落とす気でいる時点で負けだ。桶狭間みたいに敵の急所だけ刺して落とす。それだけだ。なるほどね。そうだな。GAFA の本丸は何だ？データとプラットフォームだろう。ならばこちらは現場の技と産業データで別の戦場を作ればいい。工場、車、医療、インフラ。ここは日本がまだ強い。そこをデジタルで固めて産業ごとの平台を抑える。点元不部ならぬ点元布データよ。布データね。面白いじゃないか、続けて。ただし条件がある。鈍い侍大将みたいな経営陣は全部退場だ。意思決定が遅い。AI でもデータでも、まずい委員会で1年検討しますなどと言っているうちに、戦は終わっている。その通りだよ。うん、確かに。でもね、信長さん、真正面からの力比べを止めるっていうのは大賛成だよ。で、日本がどこで勝てるかっていうとさ、実は地味な現場なんだよね。ほう、言ってみろ。聞こうじゃないか。ガファはユーザーの指先のデータは山ほど持ってる。でもさ、工場の振動の癖とか工作機械の鳴き方とか患者さんの微妙な表情とかそういう汗の匂いのするデータはまだほとんど持ってない。ここに日本のチャンスがある。なるほど。確かにな。政府も DFFT だの産業データスペースだのようやく言い始めた。でもな、本気で勝ちたいなら机の上でルール作りましたで満足しちゃダメだ。現場の中小企業まで巻き込んでデータ出したらちゃんと儲かる、そんな仕組みを作らなきゃいけない。そうだ。それでもう一つ、ガファに勝とうなんて思うとみんなすぐ万能プラットフォームを一社で作ろうってもうそうするんだよ。あれがダメ。成功ってのはね、パーセントつくもの失敗に支えられたパーセント1だよ。だから産業ごとに小さい実験を山ほどやる。AI スタートアップや現場の職人を巻き込んでさ、負けを恐れて会議室に逃げ込む連中から先に潰れりゃいい。いいぞ。そのものいい。同感だ。ただね、君ら二人とも現場と戦場の話ばかりだが、国へとしての構図を忘れちゃいけない。ガファってのはアメリカの民間を装った戦略兵器みたいなもんだ。ほう？どういう意味だい？データとプラットフォームを抑えることは主権の一部を握ることだよ。なのに日本はずっと便利だからといって白の鍵を喜んで渡してきた。そのツケを今まとめて払わされている。だから勝つ以前にまずこれ以上ただの植民地みたいにならない仕組みを作らないといけない。確かに。なるほどね。スマホソフトウェア競争促進法だとか AI 推進法だとか、ようやくルールを作り始めたのはいい。だがあれを大江の作文で終わらせたら意味がない。ポイントは3つだ。日本初の標準を1つでも2つでも国際ルールにねじ込むこと。産業データと AI のトラスト基盤を本気で作ること。そして中核技術を持った中小のポケットチャンピオンを安値で外国にさらっと売り飛ばさないこと。まさに。その上でだ、日本企業自身にも言っておきたい。GAFA に勝つなんて標語をスローガンポスターにして社内研修で唱えてる暇があったら一つでも国際会議で殴り合いをしてこい。ルール作りの場にでない兵は一生後から従うだけだ。いや、それは本当にそうだ。確かにね。まとめてやろう。まず一つ。GAFA の土俵で総力戦を挑ぐな。ニッチな産業と現場のデータでこちらの戦場を選べ。二つ。決断を早くしろ。AI もデータも実証と失敗を量で殴れ。委員会より現場だ。その通り。いいね。3つ目、俺から足していいかな。いいえ。聞こ製品は嘘をつけない。これは変わらないよ。 AI でもアプリでもユーザーを裏切ればすぐに見抜かれる。日本企業はここだけは GAFA より真面目でいい。個人情報をごまかしてかき集めるんじゃなくてちゃんと価値を返す。その積み重ねが信頼っていう一番強いブランドになる。時間はかかるけどね。そうだな。なるほど。じゃあ4つ目は私が、日本はもう負ける言い訳をやめることだ。人口が文化が違うから、英語がそんなものは全部やらない理由に過ぎない。GAFA に勝つ唯一の道はやるべきことをやることだよ。シンプルだが
一番難しい。気に入った。胸に刺さるね。よし。ガファを恐れるな。ただ、利用し尽くして、要所だけ奪い取れ。それが千の作法だ。日本企業も日本の国も、泣かぬなら殺してしまえじゃない。泣かぬなら泣かなくていい。別の鳥を育てればいい。いいね。その言い回し。悪くないし目だな。